卒業まで板高山に行って、でそこから東京に出てきたって感じです。割とこう小学校ぐらいの時から母の影響もあって、家でなんか作るのがすごい好きで。そうなんですね。最初お菓子作りみたいなのから。はい。じゃあ料理作るのが好きだったんですか？そうですね。もう趣味ですけど、それこそケーキとかをその後好きだったのにケーキ作ってプレゼントしたりとか。中学校高校ぐらいは結構料理でしたね。料理が。で上京するっていうのは進学するのかどうですか？そうです。そこでやっぱ迷って、やっぱ料理やりたいっていうずっと渇望あったんですけど、時代も時代でこう親は大学に行けと、でやったら割と受験勉強が楽しくてですね、受けたら、東京の大学が受かったので、ありがたいことに、今思えば気の迷いというか、上京したいっていう憧れで、東京に出たんですけど、キャンパスライブ自体は結構楽しかったんですけど、大学をじゃあ僕が卒業して何になるんだろうとか、なんかその頃は料理人っても叩き上げで、若いうちからやった方がセオリーみたいな考えがなんか生ぬるいんじゃねえかみたいなそうがあったので、将来料理やるんだったらこんなところでうだうだしてる場合じゃねえな、急に思い出して、今思えば本当に親には申し訳ないですけど、1年でちょっと中退させていただいて、次の年から専門学校1年、大阪だったんですけど、大阪の専門学校に行って、多分思い込みが激しいというか洋食をやろうという気持ちではずっといたんですけど、ちょっと本に出会いまして、それがその就職したお店のシェフが出した本だったんですね。それはイタリア料理の本だった。ラベットがあった落合落合さんで、その本に出会ってこれだと思って、なんかもうそこに行きたいというよりは行くんだみたいな、もう思い込んじゃって、ちょこっと塩入れてますけど、ほとんどうどんに近いですね、やっぱりそこにいるのは。おいしい。これ腰ですね。そうです。もう腰、このもちっとした感じに、このシンプルなトマトソース。表面の水分量と中の水分量が違う。そうです。から水分格差が腰なんですよ。うどんだな。うどんですね。いい食感ですよね。美味しいですよね。パネラっていう、パンのサラダですね。これもトスカーナの伝統的な家庭料理ですね。レストランで供されるということはあんまりないんですけど、僕の中ではすごく印象的なお料理ですね。家庭でこんなでっかいさっきのトスカーナパンを買ってどんどん食べていって、絶対硬くなっちゃうんで、硬くなったパンをどうにかしようということで、硬くなったパンをこう水で戻して、でビネガーと水で戻してそれを絞って食べたっていうのが元々のパンだ。そう煮込むんではないんですね。煮込まないですね。確かにレストランで出ないですね。レストランではあんま食べないですね。本当に家庭料理ですね。本当に冷蔵庫にあるやつでバンバン入れて食べるような家庭料理ですね、これは。いや、いいですね。いいですよ。よかったです。こういうコンセプトをもっとやったらいいんじゃないですか。多分お客さん誰も知らないですよ。確かにそうですね。ありがとうございます。 YouTube で流していいですか。こういうご用命があれば貸し切りでこういうのを。そうです。硬くなったやつを僕はやるけど、今日このために硬くしたんです。あえて。はい。やば。1週間前焼いて置いといて、はい。本来はそんなやり方もちろんしないんですけど、すごい。どんどん食べていって残ったものを使うのが本来の。逆のことしてますよね。今回ちょっと逆にやらせていただいてます。すごい。でもやっぱ普通のパンとか柔らかいパン使うとこうはならないんですよ。ただとろっとしちゃって。わざわざすいません。いいどんどん。で卒業したらもうすぐそこに行って面接させてもらって、ですぐ就職して。入れるもんなんですよ、落合さんも。辞める人が多かったのかな。そうです。今思えばですけど、もう来るもの拒まない。そういうことですね。なるほど。ふるいにかけるじゃないけど、それだけね、おっしゃる通り。来る人も多かったけど、辞める人も多かった。そうです。
やっぱ入ってみて分かりましたけども相当、厳しいところだったと思いますね。もう毎日満席で、僕が就職した当時の新入生が10人近くいたんですよ、はい、この小さなお店の中で、でさっきおっしゃった通りにやっぱもう最初からこうふるいにかける前提みたいな、僕が入って4月に入って半年後にはもう3人ぐらいになって10人から3人10人から3人になってで1年後にはもう2人になって、でその1年後にはもう僕しか残ってなかった。それでもやっぱ辛かったんですか、精神的には。そうですね、今思えば辛かったですね。なんで辞めなかったんですか。最初は割とこうちょっと器用にこなしてたんでしょうねきっと、勘違いだったら後で気づくんですけど、多分自分でなんか料理ちょこちょこやってたっていうのもあって、これちょっとちやほやされたというか、もうやるじゃんみたいな。なるほど。でまかないとかも、新人が作る、ルーティンだったので、美味しいじゃんみたいな。なるほど。他の同期よりかはもう下地もあったし、あったんで、ちょっとこう調子に乗ったというか割とこう重宝されたんですよ、今思えば使いやすいやつだったと思うんですよ。でも当時6時半とかに入って朝ので帰るのが本当日にまたいで1時とか2時とか。なるほどね。で休憩時間とかがないんですか。一応あるんですけど何しろやることが多すぎて住んでる場合じゃないっていう、ほんと5分行けたらいいかなみたいな。5分で休憩になるんですか。ならないなんですよねそうですね。で目の前に公園があって、でそこに店の中の椅子とかはもう先輩方が座られてるんで寝たりしてるんで、僕らそこにもう5分だ行こうぜみたいなバーって行って、で地べた公園の地べたに寝っ転がってコーヒー一杯飲むみたいな。すごいなそれは。それがちょっとやっと一息つくみたいなぐらい結構何しろ忙しいようです。僕は割とこうそういうもんだと思い込んでたというか、料理人の世界大学入った頃からそうでしたもんね、料理人っていうのはもっと厳しいもんだその覚悟があって入ったから、やめたいっていうのは思ったんですか。思わなかったって嘘になりますね、やっぱり。辛いことは辛いけど最初の頃はそこまで思わなかったです。だんだんこう人が抜けていって、ポジション的にちょっと上がってくるので、それに伴ってこう求められることも多くなってくるので、そこで簡単に言うとボロが出たんですね。今までこうメッキでなんとか取り繕ってたのが、実際の本性が出たというか、ここまではできたけど、そうです。ここからは全然だったって感じですね。鼻をへし折られた感じだったんですけど、豚肉の骨付きの豚肉のローストですね。イタリアって言ったらやっぱり豚なんですよ。そんなことない。牛もあります。牛もあります。キアニーナ牛。そうですね。あれめちゃくちゃうまいですよ。もうトスカーナっておっしゃるとキアニーナ牛なんですけど、あれはねやっぱ熱源が強くないですよね。やっぱそれこそ炭であったりとか、でかい焼かないともう味は絶対出ないです。でトルテッリっていうと形によっていろいろ名前があるんですけど、厳格なこうでなきゃいけないみたいなのはあんまりないってないんですけど、マレンマっていうのがトスカーナの、下の方ですね。フィレンツェがあってシエナがあって結構下の方で、僕が修行したところが割とマレンマの近くだったので、今日はちょっと日本の僕の地元飛騨牛を使った手切りでちょっとゴロゴロにカットしたお肉を使って作ってますね。この荒々しいさをでこうあえてこう和えないで上にかけるっていうのが結構マレンマ風って言われてるので、確かに腹減ってきた。すごい感覚が腹減ってきた感覚が分かる。塩分のせなんかもっと食べたいみたいな。それは嬉しいです。なんか胃に入ってくるんですよ。全然戻れない。それでワイン飲んでっていうこのループが食べさせる。なんか前菜のような感じがします。ありがとうございます。これはすごいですね。なんかお金もらってるんですか。今までは誰かを支えるだけだったんですけど、いざ自分がやるってなると追いつかなくなってできないことが多くなってきて、でもちろん怒られるようになってっていう、ちょっと負のスパイラルに入って、そっからは結構、正直きつかったですね。
結局どのくらいいたの？トータルで僕14年いたんですよ。すごいっすね。はい。14年。そうなんです。相当っすね。相当です。ちょっと調子に乗ってた期間がだいたい 3,4 年ぐらいあって、でそれぐらいから結構毎日怒られるみたいな10年間ありますけど10年間はないですけど、多分 5,6 年は結構辛い時期だったんですね。やっぱその求められることに対して答えられないっていうのがずっと続いて、まあ、その頃は本当にもうぶっちゃけ毎日やめたいと思ってました、全然料理も楽しくないし、その時に落合シェフが、まあ、毎日怒られてたんですけど、ある時にスプーンを投げられたんですよ、調理用のなんか投げやすいスプーン、投げられて、ただ僕拾ったんですけど、まあ、それ意味わかんのかって言われて、みたいな、その時はもう喋れないぐらいちょっと政治的に来てたんで、いやって感じだったんです。もうこれは無理だよ、サジを投げたって言われたんです。なるほどね。まあ、ご本人がどういうつもりでおっしゃったのかはちょっと本気なのか冗談なのかはちょっと分かんないですけど、まあ、それこそ判断ができないぐらいちょっと追い詰められた自分、ただそれがすごい印象に残ってて、今でもそのスプーン持ってるんですけど、それがまあ正直めちゃくちゃ悔しくて、でその時にも絶対このお店で、いや一つの戦力になって、引き止められるぐらいになってやめてやろうって思ったきっかけになって、でそっからはやめたいと思ってましたけど、そうなるまではやめないと自分で思ってて、である時からまあちょっとずつこういろんなことが解消されて、できるようになっていって、ある程度役職もいただいたりとかして、ランプレドットと申しますですね。ランプレドットっていうのは、牛の胃袋の煮込みのことですね。で、あえてもいろんなもの入れずにシンプルにトリッパとギアラのお味を、すごい国産の内臓なんですけど、全く臭みとかなくて、うまいですね。旨味もあるこれ。そうなんです。旨味がちゃんとあるんですよ、トリッパに。パセリとこれもパンが入ってます。はい。あんまりないんですけど、やっぱりトスカーナってパンを使うのが結構多くて、いろんなものに使ってますね。はい。パンとイタリアンパセリとちょっとのニンニクと、これはうまいわ。これは家庭的なサルサフェみたいな。これ結構仕込みかかったんじゃないですか。ですよね。掃除して、で煮込んで、で一回煮込んで一回寝かせて、で味をつかせてからもう一回そこから煮込み始める。はい。なので全部で多分4日ぐらいはかかります。急いでもそれぐらいそのコースのためにめちゃくちゃ労力かけましたね。すいません。なんかハマっちゃって自分でそうですよね。やりだしたらハマっちゃって、あれもやりたい、今日もすごい悩みましたもん。やってたんですけど、じゃあある程度こう落合さんからもちょっと認められた部分もあったっていう、そうですね。後半は結構落合シェフが外回りというか、イベントとかに出るってことがあったので、その時に横について一緒に2人で回ったりとか、それすごいですね。なのでまあ、はい、すごくありがたかったですね。そうですか。はい。そこまで行きましたか。なんとかいや多分ね、あれは病院に行ってたらうつ病ですよ。なるほど。はい、正直笑うじゃないけど確かに。はい、このこと言っちゃあれですけど、死にたいと思ってましたね。それぐらいやっぱり。そのぐらい追い詰められたと。はで辞めるきっかけっていうのは、きっかけはある程度こうやれるようになって、ある時にで進展を出すので、もうちょっと頭でやらないかって言われたんですよね。って言われた時に、まあ、それって一つのこう自分の中で、まあ、認められたなと思って実感が湧いたんですけど、でそれはちょっと断ったんですよ、僕は。40までには独立したいっていう、ずっと雇われのままになっちゃうからってことですね。そうですね、はい、思いがあったので、で他にもいろんな経験もしたいし、っていうきっかけがあって、そのお話いただいた時に、もう次に行こうと。なるほどね。なるほどね。はい。まあでもそういうふうに言っていただいたのが一つの合格のなんか証書みたいな。そうですね。それは本当に嬉しかったというか、一つの世界しか見てなかったので、まあ広い世界を見て、もちろんイタリアにも行きたいと思ってましたし、辞めてでイタリアに行ったんですね。イタリアはどこに行ったんですか？イタリアはトスカーナとシチリアですね。はい。だけど山の方と海の方と見たいっていう。期間はどのくらいだった？半年。半年なんです。はい。本当はもっと長く行きたかったんですけど、ご結婚されてたんですね。結婚して子供がまだ小さかったので、
で妻一人残していくって形になったので、すごいですねそれもね、なるほど本気だったんですよ、はい、長くはちょっと、半年だけっていうことでちょっと約束させてもらって、まあでもおかげでぐっとこう濃縮した期間が過ごせたかなと思いますけど、お店でも働かせてもらえたので、それもすごいいい経験でしたし、で休みを利用していろんなお店食べに行ったりとかもできたので、それはこう今まで自分がやってきたものの、確認じゃないですけど、じゃあ現地ではどうなんだろうとか、そういうのとか、あとは向こうの人と触れ合うことによって肌感というか、そういうのがすごく、で半年後に戻ってきて、はい、どうですか、お腹の具合はどうですか？結構全然いけそうです。大丈夫です。大丈夫。ありがとうございます。家庭ではあんま食べないあんま食べないですか？パーティーかな、じゃあ。パーティーとか、あとそのトラットリアって言われる定食屋にその家族で何かあった時に行くと、もうみんなこれ食べるって感じです。思い出の味だじゃん、はい、でかいな。結構あります。大丈夫ですか？全然いける。よし。ほんとこんな感じで出てくるんです。向こう行ったらドカーンと。基本結構大食いの人は多いんですか？もうおっしゃるとおりめちゃくちゃ多いです。量、一皿の量が多いですね。ルマルンタのローストでございます。お野菜、香味野菜、人参、玉ねぎ、セロリとなんかで一緒にローストして、ローストした時に出てきた肉汁でおソース作ってるので、すごい旨味のあるおソースになってるかと思います。じゃがいもをね、フォークで潰して、ぐじゅっと潰して、おソースに絡めて食べるとすごい美味しい。はい。かっこつけて食うなと。そうです。もう本当にこうじゃなくて、ぐちゃぐちゃっとして食べるんで。めっちゃ柔らかい。柔らかいなこれ。うまい。塊で焼かないとこういう風に味がねいけないんで、はい、煮物ぐらい柔らかいよこれ。じゃがいも芋がメインになるぐらい美味しいです。じゃがいもうまいですね。油のところめっちゃうまいですね。この油すごい。水分をこうまとわせてるだけなので、そのワインの香りを好きながら。なんか間のこれがいいですね。いい味変です。それが時々と味変みたいになって、はい。最高です。今はイタリアですね。フェイスブックでたまたま見てた時に東京都内シェフ求人みたいなのがっていうので、ちょっと一回お話しさせてくださいっていうことで行ったのが、人形町にあるイルプロフーモっていうお店だったんですね。イタリア料理とワインペアリングをこう主にしてやってるお店だったので、就職させてもらってで5年間ぐらいですね、シェフをやらせていただいて、でも就職する時に5年後に僕独立したいんでっていうことでお話しさせてもらって、毎月ランチとディナーのメニューが変わって、で月に2ヶ月に1回イタリアの郷土料理を回る週っていうのがあって、だから今週はトスカ、来月は、シチリアみたいなのを郷土料理を出してそれにワインを合わせるみたいな、それはすごくお料理を考えるってことでも勉強になりましたし、で40歳を目前にじゃあそうです、辞めさせていただきますってそこで一旦シートって22年か2022年、はい。でこの折り紙っていう店名っていうのはどういう意味なんですか？店名は僕がイタリア行った時にたまたま折り紙をスーツケースに忍ばせていただいて、で最初向こう行って住み込みで働いてる時に向こうの人は結構英語とかイタリア語とかで夜どんちゃん騒ぎしてるんですけど、最初ちょっと言葉がまだまだできなかったんでどうしようかなって思った時にちょっと折り紙を折って向こうの人にこうプレゼントっていうか見せてやったら「お前すごいな」みたいな「なんだこれは」って思うぐらい大したことしないんですけどでそれですごいきっかけがあって仲良くなったっていうきっかけがあったので、なんか折り紙っていう文化ってすごいいいなと思って、言葉がなくてもコミュニケーション取ったりだとか、ただの紙なのにそれをこう形作ることによって思いを込めるっていうのが、人と人がつながるよっていう感じですね。それがすごい料理にもちょっと似てるのかなと思って、そういう関係がお店をやった時にお客さん出てきたらいいなっていう思いを込めて作った。いい名前ですねそれ。いいエピソードですね。栗粉を使ったデザートに栗の粉ですか？粉です。中身は本当栗粉と砂糖と水ぐらいです。だから卵とか粉とか小麦粉使ってないんですよね。なんか純朴な味ですね。この栗の香りを楽しむ。
日本でいうビスケットみたいな感じでスーパー行ったらどこでも売ってるものなんですけど、指型のビスケットですね。それでこれをコーヒーに浸してティラミスにしたりするお菓子で、ジューシーですね。はい、コーヒー染み込ませてます。そういうことだ。はい。パンもなんかねふやふやしてるの好きなんですかね。そうです。なんかサクサクとかカリカリとか硬いもの食べないんですよね、この人って。日本に入ってるイタリア料理っていうとなんかジャパニーズイタリアンじゃないですか。サイゼリヤとかチェーン店のカプリチョーザとか、逆にこういう郷土料理が一周回って新しいんじゃないかな、日本人にはっていう。郷土料理って意外とその現地の人以外の人にとっては新しい文化ですよね。確かに。で今逆に本当に原点回帰でそういう、郷土料理というかね、そういうのになってきたのかなってすごい感じますね。カルボナーラも生クリームを入れるのは日本ですけど、現地でありえない、怒られるぐらいのレベルじゃないですかね。それを知れるお店、ちゃんとそういう指揮を取ってるお店ってすごい価値があるなと思います。僕も厳しかった。今ちょうど3年目に突入したところなんですけど、割とこうどうしようみたいなことはなくて、順調にお客さん最初から入ってきてくれてたんですね。そうですね。もちろん暇な日ももちろんあったんですけど、なんか今月売り上げが赤字だみたいなことはなく、じゃあ、順調にお客さんはいらっしゃってくれてて、そうですね、ありがたいことに。なんか店内白くて清潔感っていいですね。そこが一応売りで。そうですね。はい。カウンターがフラットなので、全部こうさらけ出すというか、全部見ていただいて、それも込みで楽しんでいただけたらいいかなと思ってます。やっと今料理が楽しいって思えるようになってたんですね。ここオープンしてなんかやってるうちは本当にもう自分の好きなことでいろんなこと表現できるようになって、天国って言われたら今が一番楽しいかもしれないですね。はい。You can change me.